さて今回もやってきましたバルフェイマーのお悩み相談室タコスラディオ。このコーナーではバルフェイマーからの冒険に関する質問や私タコスに関する質問まで何でもお答えしていくコーナーです。早速いただいたコメントを見ていきましょうか。おいおい、これではまるでタコスが変態バルフェイマーみたいじゃないか。数々の辛い冒険を乗り越えてきたタコスが変態扱いされるなんてね。まあ今も下は履いてないんだけどね。さて次の質問。マシュマロンでいただいた質問だね。とてもグッドな質問だ。タコスの配信では最近参加型とフレンドのみこの2つにね分けてる場合があるんだ。理由はクロート向けとそうでない人向けで分けてるのも理由の一つだね。でも大きな理由は最近たまに来る嵐なんだよね。ミニゲームみたいな単発実況の時は参加型にしているんだけど、一から冒険の際はフレンドのみにしていることが多いね。拠点が壊されたら本当にたまったもんじゃないからね。嵐は永遠に大衆が悪臭玉になればいいのにね。みんなもそう思うだろう？それ抜きにしても初心者にはタコスの配信が鬼畜なのは事実だと思うね。初心者にはハードルが高くて泣くことが多いかも。そんな方のためにタコス24時間サーバー。つい最近第2期も始まったところ、一緒にやる友達がいない初心者でも手軽に冒険できて、経験者たちにいろいろ教えてもらいながら冒険できる最高のステージだ。バルフェイム普及委員会会長パルタコスもこちらを押していきたい。さあみんな、今こそ家に引きこもりバルフェイムを心行くまで遊ぼうじゃないか。人気だったらまたやるのでお便りください。はい、皆さん、コンタコス、タルタコスでございます。さて、今回はですね、おそらく世界初、タコスの代名詞、逆から攻略、ミストランド編を達成した解説になります。世界よ、これがチームタコスだ。いろいろとね、アクシデントがありましたが、なんとかね、クリアできました。クイーン戦だけで2時間はかかりましたね。それではね、様々な取れ高とともに解説をしていきましょうか。さて、逆から攻略ということで、クイーンから討伐するわけですが、ここでね、ルールを説明しておきましょうか。クイーンから逆順攻略する。A薬を討伐して攻略完了っていうことですね。で、新キャラ、アイテム持ち込み不可。沼で0秒に入る椅子のグリッチ禁止。不意の鍵のみ。不意のかけら9個集まった場合持ち込み可能。こんな感じのルールになります。この条件でクイーン、ヤグルス、モデル、大骨、長老、エイクスルの順番に倒して攻略完了ってわけです。そもそもどうやってクイーンを倒すかっていう話ですね。目指す装備は銀装備プラスクロム。この装備を目指していきます。ではボスを倒さずにどうやって作るのか、そこをね解説していこうと思います。それじゃあ行ってみようか。さてまずは銀装備を入手していくまでを解説していきましょう。こちらのね動画でも解説してるんですけど、ざっくりと解説しますね。まずエイクスリを倒せないので、ツルハシが使えないわけですが、どうやって鉱石を取るかっていうことになります。で取る鉱石は最初の段階では鈴、そして動鉱脈ですね。
これをね、どうやって取るかを解説していくんですけど、はい、トロル君をね、召喚しました。まあ、これでどんな感じでやるかというと、まあ、攻撃を避けると、こんな感じでね、鈴が手に入ります。まあ、こういう形でトロルの攻撃を避けつつ、鉱石を集めていく方法になりますね。この方法で、鈴と、動鉱脈ですね。これで2つの鉱石を入手することが可能です。これで青銅を10個生成して木の芯3つと掛け合わせることで青銅のツルハシを作成することができますね。これでボスを倒さなくてもツルハシが作れちゃう方法ですね。でこのツルハシを使って青銅装備とかね揃えていきます。はい、次鉄の入手方法ですね。一応沼まで来ました。ちょっとチート使って明るくしてるんですけど、沼地でですね、何にもないところで四角滝を振り回してると、こんな感じでね、ゼロの表記が何もない場所で出ることがあります。で、その下ですね。その下を掘るとですね、はい、こんな感じでね、泥まみれのゴミ山。これがね、地中に埋まってます。これを掘ることによって鉄を入手するってことですね。だいたい一山につき4から5個ぐらいあればいいかなーって感じです。はい、これでクズ鉄が入手可能ですね。このクズ鉄を目標20個ですね。20個集めて鉄のツルハシを作成できるまで頑張って沼地で探索していきます。で、鉄の入手方法ですね。一応他にもグリッチを使うと、こんな感じで0秒に入ることは可能ですね。ここで掘るっていうのも OK なんですけど、ただね、今回はグリッチを使わずに攻略しようということで、こちらのね、ちょっとめんどくさい方法を選択してます。なんですけど、結構難易度的に難しいので、時間短縮したい、ちょっと難易度緩いめにやりたいっていう方は、これ解禁しても OK ですね。はい、以上の方法でね、なんとか鉄を20個生成して木の芯を使うことによって、鉄のツルハシが作成可能ですね。ちなみにですね、地中のゴミ山を探す方法ですが、この方法でやった場合、結構鉄入手できません。なので、鉄のツルハシができた段階で山に行くのをおすすめしますね。じゃあ次は銀探しですね。銀鉱石探していきましょう。はい、ということでね、山に来ました。山に来た際の装備なんですけど、順調にいくとトロル装備プラス鉄のツルハシ、そして凍結耐性蜂蜜臭ぐらいは最低いりますね。これぐらいの装備になってるかなと思います。で、ここでもですね、また四角滝使いますね。四角滝使ってね、何もないところで次は硬すぎるの表記が出ます。この硬すぎるの表記が出たところを、鉄のツルハシ掘っていくと、はい、銀鉱脈がね、発見できます。この方法を使って銀鉱脈を探して、鉄のツルハシで銀を掘るっていうのが、こちらの動画で紹介した方法になります。この方法を使って、とりあえず銀鉱石を採掘して、銀装備を作っていきましょう。で、順当にね、装備を揃えていくと、こんな感じになると思います。銀装備。そして、食事ですね。玉ねぎのスープ、狼串、ソーセージ。この食事がですね、マックスですね。一応ヘビ倒してヘビのシチューも作れるんですけど、結構貴重なんで、基本的にはこの食事で戦っていくことになります。で、装備が銀の盾。で、武器はですね、銀のナイフとドラーグルの牙作ってるんですけど、銀のナイフですね、鉄が必要です。で、銀の剣も鉄が必要なんですけど、どっちかというと銀の剣の方が鉄がね、必要になってくるので、うちのチームではこの銀のナイフを使ってました。この辺はですね、お好みでやってもらったら大丈夫かなと思います。さて、この装備の状態で、霧の地にね、突撃します。で、霧の地に突撃する際の注意点なんですけど、まずウィスプライトが使えません。ウ
ウィスプライトが使えないので、本当に周りが見えない状態で捜索することになります。で、ウィスプライトがですね、使えない状態で何をするかっていう話なんですけど、まず一つ、クロム作成をするために必要なのが黒の炉ですね。クロムを作るためにはこの黒の炉を作らなければなりません。で、黒の炉って何が必要なのっていう話なんですけど、これですね。黒の大理石、ユグドラシルの枝、漆黒の核。この3つがね、必要になってきます。じゃあ、もし仮にダンジョンを攻略するとして、漆黒の核はなんとか手に入る。ですが、黒の大理石とユグドラシルの枝はどうやって手に入れるのっていう話なんですけど、そちらの方をね、ざーっと解説していきましょうか。では、霧の地入っていくんですけど、霧の地ね、こんな感じで霧のもやかかってます。なので、普通に入ると、もうほぼね、周りは何も見えません。こんな感じですね。ウィスプライトがない状態で捜索をすると、こんな感じでね、あんまり見えない。そういう状況が続きますね。で、高低差もあるので、結構ね、捜索するのは難しいですね。で、タコスがよく使ってたのは、一応視野角を最大にする。この方法ですね。これをすると、ある程度は見えるかなって感じになるので、この状況でずっと捜索をしてました。では、まず、このユグドラシルの枝ですね。このユグドラシルの枝を入手するっていうことなんですけど、どうやって入手するか。これにはですね、必要不可欠なモブが必要です。普通の、石の斧とかで叩いても、当然硬すぎると出て伐採することはできません。で、逆から攻略なので黒金属も使用不可。黒金属のね、斧も作れない。なので自分では伐採できないんですけど、とあるモブの攻撃によってね、これを粉砕することが可能です。それがですね、シーカーソルジャーですね。シーカーソルジャーの攻撃でのみ、このユグドラシルの枝は壊すことが可能です。シーカーソルジャーのですね、この叩きつけ攻撃ですね。この攻撃で木をね、壊すことが可能ですね。なかなかね、ちょっと慣れてないと難しいんですけど、一回壊してしまえば、だいたい10本ぐらいは集まるとは思うので、一回壊すだけで一応は大丈夫ですね。こういう形でね、ユグドラシルの枝は入手可能ですね。で、黒の大理石ですね。黒の大理石も、同様の方法でね、入手していきます。いろんな入手方法あるんですけどね。方法一つとしたら、こんな感じの、大理石を入手できる骨のところで、ひたすらね、シーカーソルジャーの攻撃を避ける。するとですね、このシーカーソルジャーの攻撃で骨が壊されるので、ここでね、黒の大理石を入手可能ですね。普通に霧の地散歩してたら、こういう状況結構あるので、黒の大理石に関してはすぐ入手できるかなと思います。で、あとはですね、漆黒の核入手のためにダンジョン捜索が必要になってきます。で、ダンジョンをね、捜索する際に、基本的には攻撃せずに握手玉、この握手玉でね、乗り切る必要がありますね。なので、沼を探索してドロドロを集める必要性が結構あります。そもそも、逆から攻略には古い骨ですね。これがなかなか入手できません。霊廟入る場合は別なんですけど、霊廟入らない場合は、もう基本的には砦とか、あとはスポナー、あそこのチェストの中にあるレアな古い骨を10本集める必要あるので、基本的には沼ずっと探すことになるんで、結構集まるとは思うんですけどね。握手玉だけは準備していきましょう。さて、ダンジョン捜索ですね。基本的に霧の地でなかなか見つけづらくて、ウィスプライトもないんでね、今回はプリントシードズ。これをね、使用 OK にしてます。
詳しくはね、こちらの動画で解説してるんですけど、これを使うことによってダンジョンを見つけやすくすると。で、ダンジョンの攻略には、この握手玉を使って攻略するっていう形ですね。で、結構ですね、死ぬこともあるので、ポータル設置しといた方がいいですね。はい、ダンジョンね、攻略していくんですけど、基本的には、この握手玉を使うことによって、攻略は可能です。極論言えばですね、握手玉を持ってさえいれば、防具なしでも一応攻略することは可能です。っていうぐらい握手玉はかなり強いですね。結構慣れも必要ですし、経験も必要になってくるんですけど、握手玉のね、大量消費さえ確保すれば、なんとか攻略はできるかなと思います。こんな感じで。シーカもね、一応怠慢の場合だと、パリ取れるので、銀のナイフでも倒すこと可能ですね。はい、そして敵を退けつつ、この封印の断片と、で、漆黒の核ですね。これを集めていきますね。目標は封印の断片が9、そして漆黒の核が5個です。で、漆黒の核が5個集まれば、この黒の炉をね、作成して完了ですね。黒の炉が完成したら、次に作るべき装備は、一応ね、石弓、そしてクロムですね。クロム必須です。で、クロム作っていくんですけど、鉄がね、30個必要ですね。いちいち地中を探す方法で取るのもめんどくさいので、なので今回は霧の地でですね、大量に入手できる方法を使って鉄をね、入手していきます。はい、ありましたね。これがですね、鉄を入手するのに欠かせない霧の地の建築物、橋ですね。この橋をですね、壊すことによって大量に鉄を入手することが可能です。で、この霧の地の橋なんですけど、普通にこれツルハシでね、壊せます。他の建築物とかはね、壊せないんですけど、これはですね、普通にツルハシ等で壊すことが可能ですね。それではね、この橋を一つ丸々壊してみましょうか。はい、橋をね、ちょっとだけ破壊したんですけど、鉄2個手に入ってます。これなんで鉄手に入るかというと、この橋にね、使われてる柵ですね。この鉄の柵を壊すことによって、鉄をね、入手可能です。こんな感じで。このね、鉄の柵を壊して、鉄をね、2個入手した段階で石切り台を作ると、もう確実にね、作業が早くなります。こんな感じで。すぐにね、壊せちゃうので、これでね、黒の大理石も入手可能なので、別にシーカーソルジャーで壊す必要もあんまりないんですけど、一例としてね、紹介しておきます。こんな感じでバーッと壊していく。結構やりやすいですね。このね、鉄の柵は残念ながらちょっと壊せないんですけど、めんどくさい黒の大理石で作った橋はね、壊せます。はい、石をね、取っていくと、しばらく待ってるとね、こんな感じで自由落下してきます。この自由落下してくる鉄を拾い集めて、鉄をね、入手していくっていう感じですね。さあ、果たして何個になるか全部壊しましょうか。はい、大体ですね、全部回収し終わりました。ちょっとね、大理石は全て拾ってないんですが、鉄はですね、39個。石切りで合わせると40個くらい手に入ります。一つの橋でこれぐらいね、手に入るので、一つの橋を壊すごとに、およそクロム1本分と考えてもらったらいいかなって感じです。この方法でですね、鉄を入手してクロムを作っていくっていうのが、チームタコスがやった方法ですね。もう一つ方法があるんですけど、兜と剣ですね。この兜と剣をシーカーソルジャーで壊してもらう。するとね、くず鉄を入手することが可能なので、それを溶かすと鉄になります。その方法でも鉄は入手可能なんですけど、多分こっちの方法の方が早いと思うので、こちらの方法で鉄を入手するのが、おそらく霧の地逆から攻略では一番効率がいいかなと思います。はい、ということでね、鉄を入手して、これでクロムを作成することが可能です。クロムが作成できたらですね、次はボスの召喚アイテムを探す。この工程になります。
クイーンの召喚アイテム破片を9個集める。そしてモデルですね。モデルの場所に行って卵を3つセットする。で次は大骨です。大骨がですね一番時間がかかるので、ここでね沼地をみんなで捜索して、ドロドロをね大量に集めるっていうことと、あとはね古い骨、砦を捜索する。そしてスポーナーのチェストを探す。このね2つを回って古い骨を10本集めます。で10本集めた後は簡単ですね。あとは長老を倒すための古代の種を3つ、そして鹿を倒すために鹿のトロフィーを2つ集めたら、いよいよねクイーンを討伐しに行きます。はい、ということでボスの門前まで来ました。一応ですね今回のルールで破片9個集めたら、別のサーバーからですね封印破りを持ってきてもいいっていうね縛りにしてるんですけど、もし別のサーバーから持ってきたくないっていう方は一応グリッチを使ってこの中に入る方法もあります。それがですねポータルを使用する方法ですね。まずは外に2個ポータルを作ります。でこの2つのポータルは別々のタグにしましょうか。でまずこの55っていうタグですね。何でもいいんですけど A のタグのポータルを設置するんですけど、そのポータルの設置場所はこの門の前ですね。すぐ前に設置します。はい、これでねつながりましたね。これでつながったらこの中に入ります。するとですねこんな感じでこの壁を貫通してポータルから出れるので、一応ねボスの部屋には入ることは可能ですね。帰るときは B のタグですね。B のタグを使ってこのポータルから出れば、はい、戻ってくることが可能です。一応ねこういう方法でも中に入ることは可能ですね。はい、以上のグリッチでね封印破りを使わずにこの中に入ることは可能です。ですができれば封印破りを別のサーバーから持ってきて入った方がいいですね。というのも、このグリッチを使った影響かどうかは知らないですけど、みんなでねさあ行くぞって言ってクイーンをね頑張って討伐しようとしてる時に奇跡的なバグを引き起こしてしまいまして、パッチで修正されたはずのですねクイーンが外に出てしまうバグ、あれを引き当ててしまいまして、クイーンがね外に出ちゃいました。みんなもう頭の中にはねハテナがいっぱい並んでたんですけど、とりあえず外に出たクイーンは倒して、これで逆から攻略終了ってやろうとしてたんですけど、これではないと。チームタコスこれでいいのかってなるわけですよ。クイーンがね外に出ると結構ねはめやすくてクイーンを倒しやすくなります。なのでバグで引き起こされた状態でクイーンを倒してもこれは逆から攻略達成とは言えないっていうのがタコス自身の意見だったわけですよ。で皆さんにですねちょっとクイーンを倒すために消費したアイテム等を別のサーバーから補填してもう一回ちょっとクイーンやらせてくださいっていうアンケートを取った結果賛成多数で可決されたので、一応消費した悪臭玉とか食事とかで火の矢、この辺りをですね補填して2回目のクイーン戦に行くわけですね。で2回目のクイーン戦でも頑張って討伐してたんですけど、またバグを引き起こしましてクイーンが外に出てしまったと。もうね2回目に関してはもうみんな仕様なんじゃないかと。クイーンというのはそもそも外に出る仕様なんじゃないかってみんな疑い始めてたんですけど、2回目はですねバックアップ取ってあったんで、そのバックアップをもう一回復元して3回目の正直ということで3回目にしてようやくクイーンを正しく討伐できました。ではそのクイーンをねどうやって討伐したかっていうのをざっくりと解説していきましょうか。ではまずクイーン戦を解説する前に、
クイーン戦でね戦うシーカー、こいつのねマルチプレイ時の強さについて少しだけ解説していきます。今回ですね、普通に例えば、チートでですねシーカーを呼び出しますね。はい、出ました。これがですねソロプレイ時のシーカーの強さです。ちょっと確認してみましょうか。はい、今ね、剣スキルがだいたいですね、22の段階で、パリ取って、このね、クロムの副次、これで死ぬか死なないかぐらいの強さですね。はい、それではね、8人の時の難易度でシーカーがスポーンすると、どれぐらいの強さになるか、これをね、見ていきましょう。今、8人の強さです。はい。お分かりいただけるでしょうか。パリーは取れますが、クロムの副次でも3発、状況によっては4発ぐらい食らわさないと死にませんね。これぐらいですね、敵のモブは強くなります。はい、以上がね、マルチプレイ時のシーカーの強さになります。結構強いですね。この攻略ですね、マルチプレイ推奨なんですけど、だいたいマルチプレイ8人でやると、あれぐらいのシーカーがね、クイーンが方向するたびに湧いてきます。で、プレイヤー8人だと、だいたい1回の方向で3匹シーカースポンしますね。ソロだと2匹なんですけどね。で、これですね、バルフェムはマルチプレイ時に難易度が加算されます。プレイヤー1人につき、敵のモブですね。100メートル以内にプレイヤー1人増えるごとに HP が 30% 増加します。例えばですね、100メートル以内に3人プレイヤーがいたら、プラス 60%HP は上がります。で、攻撃力はですね、1人増えるごとに 4% の追加ダメージですね。例えば3人プレイヤーがいたら、プラス 8% のダメージ。こうなりますね。これがですね、8人いるので、HP はプラス 210%。そして、攻撃力はですね、28% 上がります。この状況のね、シーカーを相手にしつつ、なおかつウィスプライトもついてないので、目に見えないクイーンを相手にしなければならないと。で、攻撃力も結構強いので、このね、ペラペラの銀装備では、もうほぼね、2発ぐらいで死んじゃいますね。はい、以上のね、強さを持ったシーカーたちと、プラス、どこにいるかわからないクイーン。こんなね、化け物を相手にしてると、いくらですね、8人という数の暴力があるとはいえ、クイーンにね、ほとんどダメージを与えられないまま、みんな死んでいくっていう状況が続きましたね。この難易度をね、どうやって攻略しようかなと思って考えてたんですけど、一つですね、ひらめきまして、それがですね、死体の走りを使うっていうところですね。はい、どうやったかというとですね、このクイーンのボス前ですね。このクイーンのボス前で、ベッド作ります。で、スポーン1さえ確保できれば大丈夫です。で、この状況でですね、手持ちにアイテムがある状態で、墓を作って、で、スポーンしたら、このチェストにあるアイテム、火の矢ですね。火の矢1本だけ取って、もう一回コマンドを打つと、墓が増えます。これでひたすら墓を増やしていきますね。動画をね、見てもらったらわかるんですけど、こんな形でみんな墓を大量に作りまくって、死体の走りのバフを得て、クイーンを討伐しに行くっていうのをやりました。今これ死体の走りですね、秒数がどんどん減ってますね。で、これをですね、墓を回収することによって、この死体の走りの秒数が50秒に戻ります。なので、この切れそうになったら、また戻ってきて、この墓を回収してもう一回行くっていう風に行動しました。これでですね、実質大骨バフを使うっていうのをやったわけですね。今回はね、新キャラなので、
大骨バフ使えないので、これでなんとか大骨バフの代わりを作ったわけです。で、死体の走りを使ったことによって、なんとかね、敵とは戦える状態に持っていけたんですけど、見えにくさですね。見えにくさについてちょっとだけ説明しておきますね。はい、次に暗さですね。当然ですね、ウィスプライトないんで、ほぼですね、わかりません。クイーンがどこにいるか、あんまりわからないんで、みんなですね、基本的にある程度勘で行動してましたね。で、プラスアップデートでクイーンが上に逃げちゃうので、下にいると思って行動してても上にいるっていうことがありましたね。で、今これ無敵状態でちょっとクイーンとウィスプライトつけずにやってるんですけど、これぐらいね、見えません。本当にクイーンの場所が全然わからないんですよね。もうそれがですね、苦労しましたね。対策の一つとしては、悪臭玉を使ってダメージ判定ですね。ダメージ判定とこの緑色のもや、これでなんとかクイーンの場所をみんなに共有してクロムでしばくっていうのと、もしくはですね、火の矢ですね。火の矢当てて、遠くから燃えてるんでこれで分かるようにするという方法もあるんですけど、一番現実的だったのがこの悪臭玉ですね。こんな感じでよく見えるので、ただね、この悪臭玉も当てないと意味がないです。なのでクイーンがですね、どっか行ったらもう分からんっていう状態になるので、この辺がですね、結構苦労しましたね。いや、これでですね、なんとかプレイヤー8人でみんな特攻して、クイーン1匹に対して2時間かかってようやく勝利することができました。いやー、これはね、ほんと途中諦めそうになったんですけど、これがですね、タコスがよく言う心が折れなければなんとかなるっていうことをね、証明できたかなと思います。あとはですね、簡単ですね。ヤグルスもクロムがあるんで楽勝ですし、モデルなんぞは朝飯前、あとは大骨長老、そして最後にエイクスリを討伐して、この企画は終了でしたね。いやー、途中ね、アクシデントもあって結構ね辛かったんですけど、みんなの頑張りもあってなんとか逆から攻略ミストランド編をクリアすることができました。さて皆さんもね、この逆から攻略ぜひねチャレンジしてほしいんですけど、やる際はですね、少し難易度を落としてやることをお勧めしますね。本当にね、やり慣れた方たちが集まってやる場合は、この難易度に挑戦してほしいんですけど、例えば少し柔らかくするとしたら、一つはですね、既存のキャラを使って大骨のバフを使えるようにするっていうのも一つです。あとは例えばヤグルスだけ討伐してウィスプライトを使うっていうのもありですね。あとは先ほど紹介した霊廟ですね。霊廟に入れるバグを使って鉄を集めるっていう感じですね。考えれば考えるほどね、いくらでも難易度緩和できるので、ちょっとね、普通にやるとかなり難易度高いので、ぜひね、難易度下げてチャレンジしてみることをお勧めしますね。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はですね、逆から討伐クイーン編っていうことで解説してみました。かなりね、難易度高いですね。難易度的にはね、裸でヤグルスまで討伐した時よりもやっぱり高かったですね。タコスがやった冒険の中ではナンバー2ぐらいには入りますかね。ナンバー1はですね、超高難易度モッドですね。あれをね、やった際は心が折れましたね。はい。さて皆さんもね、ぜひこの逆からクイーンチャレンジしてもらいたいんですけど、難易度がね難しそうって思う方は少し難易度下げたりして挑戦してみてください。それでは次回もお楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございます。そして私歓喜いたしますので、ぜひぜひチャンネル登録の方やっていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺でお別れです。バイバーイ。